どうもこんにちは、デミコです。ですね、今日はね、モザイク編みのパターンね、第4弾。というわけで、パターン4ということでね、やっていこうと思います。はい。で、今日やるのはですね、こちらです。じゃん。これ。ね。これ。これ。これはね、まあそこそこ簡単ですわ。そこそこ簡単なんでね、これをやっていこうかなと今日はね。で、以前にちょろっと前にやったこちらですね。これ、手提げのバッグね。この部分。これでございます。これをやりますけど、これはね、ちょっとね、一目をね、5目で、ね、目数5目での、作りになってるんですが、今日はね、一目6目で、はい、6目の模様です。これがベースね。一応基本的に、結構ね、なんつうの、デザイン考えたりするときにね、6目っていうかな、なんつうの、12目のものが結構多いんだよね。サイズ的にこういろいろやると、12目のものが結構多くて、そうなると、まあ6目でやるのが結構基本的な感じがあって、これもよく出回ってる、柄なんだけれども、基本的には一模様6目ですわ。だけど、まあこうやってね、ちょっと5目にしてみたりとかっていう感じでね、まあ一つぐらいはこう縮められるよっていう。あとはまあ好きなだけ伸ばすことももちろんできるけどね。でも基本は6目なので、今日は6目でやっていこうと思います。はい。で、今日使うもの。じゃん。結局同じですわ。はい。いつも通り。同じでございます。カティアの、毛糸を、アクリルの毛糸を使っていきます。はい。で、早速じゃあちょっとじゃがじゃがやっていこうかなと思うんですけど、まず今日はですね、これをきれいに全部埋めようと思うとね、ちょっと一つプラスしなきゃいけないので、はい。そうだ、これも書いとこうね。なんだかんだで書き忘れるよね、これね。ピューっとピューということでね、今日は45目。はい、今日は45目で作り目をしていこうと思います。はい。いつものように、糸は短い方を手前ね。で、玉の方を向こう側にして、親指の手前と人差し指の向こうにかけて、6号今日も、はい、6号、もちろん6号です。はい。向こう側から入れて、くるんと回したら、ここを止めて、引くと。はい。で、これで数えませんよ。これはね、もちろんね。はい。じゃあ、ここから45目、ゆったり取っていきます。ゆったりね。ゆったり取るのが苦手な人は、一つ、かぎ針のサイズを上げてください。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、はい。24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45。はい。45目作ってまいりました。はい。いや、なんかゆったり編むのが苦手な人って私も実はゆったり編むの苦手な方でね。どうもキツキツに編んじゃうタイプなんでね。はい。じゃあね、はい。じゃあモザイク編みですよ。モザイク編みなんでね、やってきますよ。最初は鎖目で編み目を作ったら、作り目を作ったら、次1段目ね。ここはずっと細編みになります。普通に細編みをしていきます。普通に細編みをまず1段していきます。はい。一目立ち上げて、で、取る場所は、上の半目と裏の、裏山なので、手前の一番下のこの1本をすくって、向こう側で、こうね、取っていく。ね。こんな感じ。ここを引っ掛けて、向こう側2本を取る。はい。これで45目、取ってきます。いやー、というわけでですね、ようやく今朝、毛糸をオーダーしました。パチパチパチ。ですね、今回は、まあ、私は結構その、毛糸をね、買ったり注文したりするときって、その時に使ってる毛糸を買うことが多いので、今回はアクリルのね、この、カチヤのね、このアクリルの毛糸ばっかりほぼね、それをね、たんまりオーダーしまして、はい。で、一応、
営業4日5日ぐらいで届くっていうことなんだけれども、でも前回も勝屋のサイトで大量にオーダーした時に、どうやらそのメーカーが直接送ってくるというのではなくて、その勝屋の系統を持ってるところの小売りの店になんていうの、なんていうのかな、送るようにこう指示が来るのか。勝屋のその直接メーカーから来るんじゃなくって、その私がオーダーした系統を全部持っている勝屋のそのなんていうの、登録店舗っていうのかな、勝屋の系統を売っている店舗から送られてくるっていう感じなので、系統がね全部揃ってれば来週末ぐらいには届くのかなと。だけど揃ってないと時間がちょっとかかっちゃうんだよね。どうやらその1箇所の店舗から送ってくる形になってるみたいなんで、いつ届くかわからないけど、今だから作っている途中のクッションカバーだから、あれを終わらせるためにはその箱が届かないと多分ちょっと終わらないっていうのは、裏面の方がね系統がちょっと足りなくて編めない感じになっちゃうかと思うんで、いやでも系統で足りるのかな。マットも実は編もうと思ってて、でその分も頼んだつもりなんだけど、いやどうだろう、わからない、足りるかどうか。でもとりあえず今回は個人のマネーでね、個人のマネーでマネーでというかカードでね買ったんで、こっちには全然マイナスがないので、はいなので追加でねいくらか買うんであれば余裕かな、私的にもという感じでございます。なので希望としては来週末ぐらいに系統が来てくれるとすごくありがたいなーなんて思ってるんですけど、っていうのもですね、来週の頭ちょいとお出かけいたします。なのでそこでは多分来ないと思うので良いのですが、お出かけしたらちょっとまたねお散歩動画なんかも撮ろうかなと思ってますんで、お散歩動画を楽しみにしてらっしゃる方は、少々お待ちくださいということで、はい45名まで編んできました。はいでいつもの通りね45名、今回は45名で編んできました。で次ねなんだあれほらモザイク編みはね全部右から左に編んでいくので、なのでここで終了になりますね。これちょっと切ってね、でちょっとこうして引き抜くとね、一回引き抜いてで止めるね。モザイク編みはとにかく平編みする場合にはね、こうやって一面で編む場合には右から左右から左右から左という編み方になります。次1段目が編めました。1段目編めたので2段目は違う色を入れてきます。これを見ていただくと分かりますが、ここが一応この色ね、この色、サンドイエローの色で、次がこのピスターチのね、ピスターチって私ピスターシュって言っちゃうけど、ピスターシュっていうのはフランス語なんだよ。ピスターシュって言うんですよ、フランス語だとね。ついそう言っちゃうんだけど、普通に言うとピスタチオだな。ピスタチオカラーをこの青いとこに入れていこうと思ってるんで、1段ずつ色を変えて入れていきます。じゃあ次2段目なのでピスタチオだっつのどうもあれだね、ピスターチとか言っちゃうね。いいや、しゃあね。というわけで取る場所は1目目のこの最初の細編みの頭に普通にこうやって入れますね。最初1目目の細編みの頭に普通に入れますね。ここです。ここの部分は基本的に毎回普通に細編みです。でこの最後のここも普通に細編みです。最後は細編みで入れてきます。なので最初は普通に頭を入れて、で糸を入れてきます。普通に引き抜いて止めて、で根元同じところに細編みを1つ入れます。で2段目、ここの段はずっと何もなく色がただ入ってるだけですね。この場合はずっと筋編みをしていきます。モザイク編みは筋編みをすることでね、こうやって筋編みをしていくことで、こうやって手前に筋が残りますよね。でここを長編みで拾っていく形になるので、これを残していきます。じゃあこのままずっと筋編みをね一段入れていきます。それでね、だから来週の頭
お出かけすることになったんですけど、まあね、2泊かな、2泊、そうだ、2泊で出かけて、で、まあちょっとね、チロッと観光なんかもしてこようかな、美味しいものも食べれたらいいなって思ってるんですけど、それにはワクパスがやっぱり必要で、かといって別にワクチンを打つわけではなく、もしくは、テスト陰性の証明なので、まあ、出発の朝に、近所の薬局でテストしてもらって、で、ネガティブの証明をもらって出かけたいと思ってるんですけど、なんせ、テストも今まで一度もしたことがないんで、ワクテカです。はい。これで陽性とか出たらどうすんだろうね。でも、こっちは陽性が出るだけでは、特にやっぱり何をすることもなく、家で自主隔離っていう形が推奨っていう感じで、行政的には陽性でも確か外出制限とかはかけられないっていう感じだったような。うん。だから陽性だから、じゃあ収容ってことにはこっちはならないんで、まあ陽性でもね、うん。まあ自宅でおとなしくしてろよっていう感じですよね、基本的には。でも出かけても誰も文句は言えないっていうことらしいです、こっちはね。なので、全然ゆるゆるですよ。そう言ったら、やっぱり街中陽性の人が、症状出てない人が、いくらでも歩いてるっていうことですよね、きっとね。まあいいわ。そんな感じでちょっと来週頭出かけます。天気がいいといいなと思ってるんですけどね。というわけで、はい。これで、最後まで筋編みをしてきて、一番最後、ここは細編みになるので、普通に細編みをして、ちょっときつめに締めて終了。はい。はい、終了です。はい。さあ、3段目いきますよ。3段目、はい。3段目はまたこの同じ色をね、最初のこのイエローの、なんだっけ、サンドイエローを入れていくんですけど、3段目も見てみると、とりあえず何もない。真っ白白。何もない。何もない。何もないって言ってるのは何だって、ここら辺にバッテンがあるでしょう。このバッテンが、結局、モザイク編みのその長編みでこのなんていうの模様を入れていくっていうその部分なのね。これが長編みをする場所なんですよ。でもとりあえずこう見た時に何もバッテンないんでここはね。なので次の段もひたすら筋編みを1段入れてきます。はい。何にもないバッテンがないところは筋編みです。バッテンがあるところだけ長編みをします。はい。でねこう端っこここ頭を普通に入れて。ね、で入れてで細編みここは普通に細編みで留めてでその後全部筋編みしていきます。はい、筋編み行き先がどこかと言いますと皆さんフランスに来たことある方なんかはご存知な方も多いかと思うんですけどまあね我が家からまあ1泊2泊ぐらいでサクッと行ける場所ということでねノルマンディーの海岸沿いですね。で最初は多分日本人観光客にも結構有名なトルタという断崖絶壁のね石灰岩の断崖絶壁の絶景が見られる場所ですがそこに行こうかなとも思ったんだけどまあ何度も行ってるしでそこから東じゃない、北に、2、300キロぐらい行ったところにちょっとした可愛い町があってそこに行きたかったんだけど却下されました。なぜか却下されました。はい。そして、だったら、家人が行きたいとチロッと言ったエトルタも私は却下しまして。で、いや、だからってわけじゃないけど、却下しまして、ですね、オンフラールって言いますね、日本語だとね。オンフラーに泊まることにして、そこからシャバダバダ、シャバダバダって有名なドービルを、すり抜け。ドービルはね、あんまり興味ないからね。あ、最後まで来ちゃった。はい。というわけで、ここまで筋編みしてきたので、最後は細編み、止めて、終了。終了です。はい、次の4段目。4段目もダーッと見ると、あれまだバッテンがないな。でもなんか白と青と混じってんじゃんってなってるけど、この色は編むときは気にしないでください。はい。入れる色、この、なんていうの、今回はまあピスタチオだけど、ピスタチオのカラーを入れたらもうダーッとその、ね、糸で編んでいくだけなので、基本的にはね。はい。なので、色が変わっててもそれは無視です。入れてる色、ここだけを見て、その色をダーッと×があるかないかだけで編んできます。で、4段目も×がないので、つまりずっと筋編みです。というわけで、この段もひたすら筋編みを入れていきます。あれなんかちょっと喋り方がゆっくりになってね。あれここはゆっくりじゃなくていいんだよね。わかんなくなってきてるよ。はい。はい。じゃあここも
ね、一目こう取って細編みを入れてずっと筋編みにします。はい。じゃあ筋編み1段入れていきます。で、そのシャバダダダシャバダダダっていうやつはドービルですけど、そこはもうそんなに海岸は広くってね気分いいからちょっと、降りるかもしれないけど基本すり抜けてもうちょい、南か西というか南っていうか下がっていく感じでちょっと、行ったことのない、ところに、ちょっと行ってみようかなと思ってますけど、いやもうあれです、替えのバッテリーを、用意しつつお散歩動画を撮ろうと思います。はい。でその間なんですけど、編み物動画は取りだめ取りだめだから多分この動画を上げてる頃はもしかしたらあれお出かけしてるかするかしてないかわからないけど、そんな感じじゃない？月曜日に出発します。でも水曜日に戻ってきます。はい。そうだ。この前のプレミア公開の時にまんべんなくちょっと待って、もう終わるわもう終わるんでまた編みながら喋るかちょっと。はい。はい。ちょっと待った。ここ最後取ってない。取ってないというのは、よし。最後って引き抜いてなかった。これでこう編んで、で引き抜いて終了。引き抜くの忘れした。よし、これでいい。はい。で最後の1目は細編みでキュッと締めて引き抜いて終了。はい、こんな感じでございます。はい、じゃあ次からはね、次の段からバッテンがようやく出てきます。5段目ね。ここからトドあれですね、モザイク編みチックになってきますんで、はい、じゃあちょっとやっていきましょう。次はこっちか。はい。はい。じゃあ、5段目入れていきます。はい。これで、細編みで止めて、はい。じゃあちょっと見ていきましょう。5段目。はい。ここ今編みました。次いきなりバッテンなので、長編みで下に下ろしてきます。で、その後は1、2、3、4、5と筋編み。ここはバッテンないので筋編み。そしてまた6個目でバツ。ね。ここを長編みで下ろす。で、また筋編みを5つして、バッテンで下に下ろす。これの繰り返しです。はい。じゃあいきなり下ろすということで、ね、これ1目目。で、2目目がここ。ね、2目目がここ。間違いない。まあ間違いよもないけどね、ここ、細編みで入っちゃってんからね。なので、長編みで2目目に下ろして、ここの前段のもう一つ前の白いところの筋編みのところを拾うと。長編みでね。長編みで拾う。そしたら、隣の目。ね、この後ろのここを取っちゃうと目がどんどん増えていくんで、これは取らないでね。絶対取らないでねっていう感じで、ここから1、隣のとこからね、3目目から1、2、3、4、5と筋編みを編みます。で、そしたらまたここで下ろして6目目。6目目っていうかトータルで何目目だいね、何目目だかわからんけど、隣の目だわ。ね、隣の目に長編みで下ろして引っ掛けて、で、また、はい。1、2、3、4、5と筋編みをしたら、長編み。これの繰り返しです。この段はね。これでずっとね、こっちの端の方まで編んでいこうと思います。3、4、5。下ろして長編み。1、2、3、4、5で長編み。1、2、3、4、5で長編み。
1、2、3、4、5で長編み。1、2、3、4、5で長編み。そうすると最後、ここが最後の目になるんでね、ここですわ。今長編みしたところで、次が最後の目になるんで、最後の目、ここは細編みで留めます。はい、こんな感じで1段入りましたね。12345、広いなと思ったからちょっと数えてみたけど、5目でいいんだよね。5目ね。はいはい。で次の段、今ここ5段目入りました。で6段目、またピスタチオを入れます。はいはい。止めて細編み。はい、では次の段見ていきましょう。6段目、ここです。今ここ1つ編みました。1つ筋編みをして長編みをここで1つ落とします。入れます。で1、2、3と筋編みをして長編みを1つ下ろして筋編みを1つしてまた長編みを下ろすね。こんな感じ。パターン的に言うと、まずはちょっと一番最初の半分ちょしといて、長編み1つ筋編み3つ、長編み1つ筋編み1つね。で長編み1つ筋編み3つ、長編み1つ筋編み1つ、これの繰り返し。はい、じゃあとりあえず最初は筋編みを1つ入れますね。筋編み、ここね、筋編み1つ入れたら長編みで1つ下ろします。ここですね。同じ色のね、ところを拾っていくんですよ。ね。でこんな感じで、次筋編みを3つ、そして長編みを1つで、筋編みを1つしたら長編みを1つ。これでワンパターンね。1つのパターン。何をしてるかっていうと、最初ここのこう見てわかると思うんだけど、もう一回言った方がわかりやすいかな。筋編みを3つで長編みを1つ、筋編みを1つで長編みを1つね。絵的に何をやってるかっていうと、これ見てわかるように、さっき落とした白い部分ね、白いっていうかこのなんだっけ、サンドイエローの糸の両脇でピスタチオカラーね、ピスタチオを下ろしてるいうことになります。はい、こんな感じね。最初はこれ絶対細編みなんで、ここは落としてないけど、こっから始まってるからね、柄がね、こっから柄が始まるんで、ここは落としてないけどね、要はやってることは、この最初に落とした白いところねの両脇をこう落としてる、長編みでね、ピスタチオでね。でここに四角がこうできる感じなので、こことここ、こことここ、こういう感じで入れていきます。じゃあこれで一段やっていきます。1、2、3で長編み、1で長編み、1、2、3で長編み、1で長編み、1、2、3で長編み、1で長編み、1、2、3で長編み、1で長編みで、1、2、3で長編み、1で、次はもう最後の目になるんで、最後は細編みね。これで終了。はい、これで6段目が
入りました。で次7段目です。7段目はまたこっちの糸を入れてきますね。普通に入れて止めて、おっとっとっと、止めて、で細編み、はい。でどうするかっていうと、7段目はね、今入れたところ、ここね、ここに入れたので、次長編み、筋編み、長編み、筋編み3つ、長編み、筋編み、長編み、筋編み3つで長編み。はい、やってることは同じようなことやってるんだけど、ちょっとずれてやってる感じなんだけど、ここね、今回の場合はすぐに長編みで1つ下ろしますね。そしたら1つ筋編みをして、また長編みで下ろします。そして3つ、1、2、3と編んだら長編みで下ろします。これの繰り返し。もうちょっと先までいくと、1、長編み、1、2、3で長編み。さあ何やってるかなって話ですね。はい、はい、何やってるか。はい、今まで四角に入ってたところね、ここ四角に入ってるところの、四角になってるところの右側の両脇を落とすんだよね。右側の両脇を落とす。でトトトと筋編みをしてきたら、四角と四角の間で落とすね。間で落とす。間とここだよ、要はね。こうなってるところのここの右側をこう落としていく。両脇をね、この箱っていうか四角になってるところの、四角になってるところの右側の両脇で白を落としていくね。でここまで来たら同じ四角になってるところのここの両側を落としていくね。こういう感じ、こういう感じになります。はいね、ここは一つ編んでまた下ろして、で1、2、3と編んだらね、またここの両脇を落とすから、ここでまた長編みをして筋編みをして長編みをする。これの繰り返しです、ね、1、2、3と編んだらここの両脇で下ろすので、この間と間と一つ編んで、このこっち側で下ろす。はい、じゃあこれで端まで編んでいきます。3で1個1つ筋編み長編みで1、2、3で1つ長編み1つ筋編み1つ長編みで1、2、3で1つ長編みで、そしたら最後の目になるので、最後の目は細編みでちょいと締めて終了。はい。でこうやって全部出してるのはわざとですよ。はい。糸処理はしない方がいいです。糸を巻き込みながら編むとどんどん広がります。はい。なのでそれはやらない方がよろしいかと思います。ね。はい。次8段目。ここまで来てなんとなく模様が見えてきたでしょ。8段目入れるとくっきり模様が出るよっていう話ですね。はい。じゃあここ8段目入れて、で細編みをして、じゃあ8段目見ていきましょう。今ここ入れたで筋編み1つ長編み1つで
つなげてね。で、1、2、3、4、5と筋編みをして、またここで1つ長編みでつなげる。これの繰り返しです。8段目ね。まずは筋編み。そして長編みで縦につないで、で、筋編み1、2、3、4、5と筋編みをしたら、次6番目で下ろしてつなげて、でまた1、2、3、4、5入れたら長編みを1つね。ほらできてきたね。できましたからね。柄が1、2、3、4、5で下ろすね。こんな感じで柄ができてきます。なのでじゃあちょっとこの段もねビャーっと編んでいっちゃおうと思いますよ。はい、2、3、4、5で長編み1、2、3、4、5で長編み1、2、3、4、5で長編み1、2、3、4、5で、最後はここが最後の目になるので長編みはせずにこのまま細編みで終了。引いて終了。はい、こんな感じになりました。はい、次9段目。9段目あんのって感じなんですけど、実はあります。9段目。ここはもうずっと、だからこのサンドイエローね。これをひたすら筋編みで入れていきます。はい。ね、ここはもう何にも印がないので、ここはもうずっと筋編みを入れていきます。はい。というわけで、今回はね、少々短い感じかと思いきや、この後も続けて何段か編んでいきます。で、この模様をそのままそっくりこう持ち上げて、こうだんだんに編んでってもいいし、これをこう半分ずつこうずらしていく、次の段を3目ずらすみたいなね、そういうことしてもいいかなと思いますよ。その3段ずらしで次は編んでいこうと思います。まあ全部早送りになっていくかもしれませんが、そこの部分はもちろんフリータイムということで、はい、それを編んでいくとどうなるかというのをお見せしてからフリータイムに入っていこうと思います。はい、こんな感じでね、ちょっとまあラーメン柄っぽいですけど、本物のラーメン柄はまたいずれやろうと思います。というわけで、はい、最後まで来ました。ここの最後は細編みにして、で引き抜いて終了。はい、というわけでこんな感じでね、今日書いた文のところまで出来上がりました。でこれをまあこのままね、例えばこっちのね、この手提げバッグのように、まあ1段だけ入れて他の柄入れたり、それともまあ1段だけ入れる、本当に1段だけの模様をそこの部分に入れて、あとは何も入れないとか、まあいろいろ使えると思うんですけど、こういった形でね、いろいろ重ねてだんだんもうどんどんなんていうの、何段もやってみてもいいかと思うんですけど、この後ねちょっとねこれをね、同じことをねあと2回ぐらい繰り返して、こう1枚のね平編みのねあれにしようかなと思うんで、続きを編んでいこうと思いますけれども、次は、フリータイムの分の動画をここから撮っていこうと思います。はい。でもね、出来上がり、この後はね、すぐ出来上がりの動画が
出てくると思いますんで、今回はね短めの人は短めということになるかもしれませんが、はい、続きを編んでいこうと思います。はい、というわけでこんな感じで3段編んでまいりました。はい。でここのね2段目はちょっと半分ずらして、で3段目は1段目と同じところに入れる感じで、こういうずらしてもいいしね、こういう感じでずらしてもいいし、まあただ単にこうやってねずっと同じ風に編んでいってもいいし、もうこれは好みですわ。あとはね、ほら2目ずつ6目のね編み目だから2目ずつこうやってずらして、1、2、3でずらして4個目がね、だから1、2、3で4個目、4個目がまた1番と同じようになっていくみたいな感じで、ほんのちょっと、この半分じゃなくて、もうちょっとね、ずらすのをこうちょっと緩くするとかね。うん。まあいろいろできると思います。まあこんな感じでやってきました。はい。じゃあね、仕上げということで最後の段にね、ここね。で、前回まではここをね、筋編みをしてたんですけど、今回はちょっとね、普通に細編みをしてみようかなと、最後の段をね。うん。最後の段を普通に細編みをしていこうと思います。はい。いや今回のねこの柄はね、まあちょっとあれですよね。なんかラーメン柄みたいで、さっきもちょろっと話したけど、本物のラーメン柄もまあ次回じゃないな、次回じゃないと思うけど、いつかやる予定にしてますが、なかなか私はねこの手の渦巻き系の柄は好きというか、まあ渦巻きが結構好きなんですけど、いい感じなんじゃないですかね。はい。いやでもあれだ、今回はあれだ、サクサク編めました。はい。今回は割とサクサクみたいなね。いつも割とサクサクなんですけど、今回は特に早かったですね。ただ動画はどうかな。後半この2段分これをね編むの全部録画したんでね、フリータイム用にフリータイム用に。さあじゃあこれジャカジャカ仕上げをねしていくんですけど、で頭の方で言ったと思うんですけど、この端っこね、これをどうやって処理していくかっていうのもねお悩みだと思うんですけど、まあそれはねおいおいまたね他のもの何かものを作る時にね、その端っこの処理っていうのをねいろいろやっていこうかなと思うんですけど、とりあえず今回まではちょっとなんていうのかな、まあ放置でねフリンジ状にしておくっていう感じでね、フリンジ状にしておく状態で処理をしていこうかなと思ってるんで、はい。じゃあ最後の段をねこうやって全部ね、筋編みでも細編みでもどっちでもいいと思います。平編みでこう何か使う時ね、例えばまあこれもおいおいやっていこうと思ってるんですけど、コースターとかね敷物とかね、そういうものを編む場合にはね、最後こうやって仕上げをねしていくんだけれども、まあ細編み筋編みお好きなものでいいんじゃないかなと思います。じゃあここの最後の目ね、これ細編みずっと細編みしてきて、ここも最後もちろん細編みで、これで終了。はい、これで一通り編み終わりました。はい。でこちらがこんな感じでまあ毛が残ってるわけですけど、糸がね、まあ、揃えませんよ。私はこれはもうあれですからサンプルとして残しておくんで私は揃えませんけど、はい。でもしフリンジとして使うんであればこれをね揃えて、でフリンジで使うんであればということで今回もこちらの処理をしていこうと思います。処理って言ってもね別にねなんだってわけじゃないんだけど、要はこっち側に行っちゃってるでしょ毛がね、毛糸が。これをこっち側に持ってくるっていうのを今回もねやろうと思います。で見ていただけると分かるんですが、ね、ここにピッ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 ってここの脇っちょちょうど脇にこうやって斜めに走ってるここの線でね、こういうここに全部通してあげます。はい。なので上側からちょっとどこね、これ上側から細い方の方がいいね、針を入れて通します。こっち側に手前側に通す。でこっち側から上から針を入れて手前に通してくる。上側から針をねこう入れて、こっち側からねこう入れて、でこっち側手前側に出すと、ここねこう入れて出すと。はい。じゃあこれ全部出していきます。はい、これで
全部入れました。そしたらもうこれ全部ねこう引っ張ってあげるとちゃんと止まるんで、はいこんな感じで、こうするとね後ろにこういってたのが脇に出るようになります。こんな感じで出来上がりました。さあどうよね、今回のこの柄、こういう渦巻き型のね柄ね、こういう風になってるのね、下からもこうなっていくからね、こう同時にこういう感じでなってるんだけど、いかがでしたでしょうか。というわけで今回はパターン4ということでね、こんな渦巻き型の柄をやってきました。皆さんこの柄もねいろいろ使ってみてはいかがでしょうか。というわけでこれからねまたねフリータイムの方になだれ込む方はこのまま、続けてご覧ください。でここまでということは今回はねここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。というわけで次回もねまたすぐにお会いしましょうということで、じゃあさよなら。というわけでここからフリータイムということでございます。ですね今日もうねアフレコなんですけど、もうねあれだわ、フリータイムはねアフレコにすることに決めました。早送り基本なんでアフレコにした方がこっちも撮りやすいかななんてね思いまして、で今日はねちょっとねアパートのねどっかでね工事してまして、カンカン音が入ると思うんですけど、これがまたどこでやってるのかいまいちよくわかんないんだけど、上から音が聞こえてくるけど実は上じゃないってやつで、下の階なんですよね多分ね。で下の階でやってるもんだからちょっとカンカンうるさいかもしれませんがすみません。音が入ってると思うんですけれども、うるさかったらほんとすみません。というわけでじゃあ今日はねあれですよ、やっぱりねどう考えてもねあれですわ、もう総裁選ですわ。自民党総裁選の話しかできないわ私今すいません、興味のない方本当すいませんって感じなんだけれども、でもね本当にね今回の総裁選はね日本のこれからのね行方にね非常に重要なね人選になるんで、もうここはね本当にねよくよく見ていかなきゃいけないと思うんですよね。誰がやっても同じじゃないっていうのはね、もうね12年前のね民主党政権の時でね分かってる人は分かってると思うんですよ。誰がやったって同じじゃないんですよやっぱりね。なのでその辺ねちょっとねそこをね見ておこうかなって思ってるんですけど、ですねまずねその前に総裁選出馬言えないよ、総裁選出馬をしないと決めた菅総理のね、まずはね潔さっていうのかな。勝てないということになったんで出ないということでしょう。で、菅首相のその功績っていうのをちょっと見ていきたいかな、まずね。そう思いまして。っていうのはですね、私ね別にね、菅さんをね、全然評価してないわけじゃないんですよ、実は。ただね、発信力が弱いっていうのと、あとね、どう見ても陰キャラ。どう見ても陰キャラ。ということで、やっぱりなんていうのかな、そのインパクトがないっていうかね、彼が喋っても、なんか、官僚の書いたね、文章をただ読み上げるだけみたいな、いつものほら、なんかね、いつもの、なんか、なんつうの、首相に戻っちゃったと。でとりあえずね菅さんはねほら安倍さんのその後任ということでねピンチヒッターみたいな感じで1年をめどにね、任期満了っていうかね任期までをめどにね残り1年のね任期までをめどにっていうことで出てきたんで、ここで続けようがやめようがそれはねやってみなきゃわからないってとこだったんだと思うんだけどね、もちろんね。でちょっとさムカつくのがさ、なんか辞任ってニュース出てるけどさ、厳密に言ったら辞任じゃないよねっつってさ、厳密に言わなくたって辞任じゃないんだけどさ、別にさ任期満了のさ退任なんだからさ、辞任なんて書くとさなんか今すぐ辞めますみたいな雰囲気じゃない。でも任期満了まではきっちりやるっつってんだからさ、それは任期満了に伴う退任でございますですよ。そこで間違えちゃいけないと思いますよ。そこでほら出てくるのがね、うっざい野党とかがね言ってんじゃん。あと芸能人ラサールとかね、いつものあの辺ですよ。あの辺がねほっぽり投げたとか言うけど違うっしょって。任期満了で辞めるっつってるだけなんだから、別にほっぽり投げてないっしょっていう感じでね。投げ出したわけじゃなくて、何でもなくって。
いや、だから自分任期終わったんで辞めますっていうだけの話でね、言ったらね。うん。だけどさ、よくよく裏をさ、こう書いてみてみるとさ、菅さんだったら都合がいい人ってきっといるんだろうなと思って。っていうのはさ、だってさ、総裁選変わってさ、他の人が出てきてさ、自民党の頭が変わってさ、でさ、自民党にまたさ、今ほら、自民党ダメダメってまた言い始めて、お給据えなきゃなんて言ってる人が出てきてる中でさ、ね、向こう側としてはさ、もう追い風みたいな風に思ってるかもしれないけど、全然追い風でも何でもなくってさ、自民党に逆風が吹いてるだけで別に野党に追い風は吹いてないと思うんだけど、私ね。うん。だけど、そんなんで、ほら、菅さんが辞めて別の人が出てくるとどうしてもほら評価っていうのが変わってくんじゃないね、見方がねやっぱりね。で総裁選でも、菅さんのままでいったら、票が取れなかったところをもしかしたら盛り返すかもしれないっていうね、それがあるからだから菅さんがいいわけでしょ、要はあちら側の人にとってはだから無責任だとかっつって言ってんけど、うん、だってやめろやめろって言っててやめろっつったら無責任だってまた出たよってダブルスタンダードみたいなね出てきたけどさ、まあいいや、それはとりあえず菅さんのね功績をねちょっとね振り返ってみようかなと思うんですよ。っていうのはほらさっきも言った通り私は別に評価してないわけじゃないんです。ただ発信力が弱いね、ちょっと陰キャラっていうところでもうちょっとこう発信する力があったらもっとなんていうのかな、なんだろうな、ほら、官房長官の時のね、鋭さみたいなね、そういうのがあって、で、それでビシッビシって、いくら陰キャラでもね、ビシッビシッといけるようなところがね、あったら、見せられたらよかったんじゃないのかなとは思うんだけど、まあ、それもできず、やっぱりなんていうのかな、ああいう立場に立つと、あっちの人の声も聞かなきゃいけない、こっちの人も声も聞かなきゃいけないっていう中で、ビシッビシって、官房長官の時のようにはできなかったっていうことなんだろうとは思うんだけどね。結局だってほら、なんで辞めたんですかっていう話で、気力を失った、正直しんどいっていうね、そういうコメントが出てるんで、まあそれはしんどいでしょうね。この人はだって表に出るよりも裏方の方が合ってる人だと思うしね、もともとね。だから官房長官ずっとやってたらよかったんだけど、まあ、ピンチヒッターでね、1年やって、まあね、ちょっとそういうキャラじゃなかったって。でもね、やった仕事は結構すごいんですよ、これ。ね。やった仕事は結構すごいですよ。これちょっと最初から上げていこうか。まずね、原発処理水のね、海洋放出を、まあ、決定しましたね。うん。これはね、大きかったと思いますよ。だって。安倍政権でもできなかったことやっちゃいましたからね。うん。その点ではね、これはね、処理水問題ないですから流しても。だって、あれですよ、フランスなんてどれぐらいこれよりも濃い濃度で海洋放出してるかっていうことですよ。要は、原発持ってる国はどこでもこれ放出してるわけですよ。それはなんで日本だけは処理水をね流せないんだっていう話でね。うん。でこれ処理水放出、処理水っていうかさ、汚染水とか言ってる人いるけど処理水ですから。で飲めるほどの処理水ですから。飲める程度のその放射線量の処理水ってことなんで、これをね流すなって言ってる人はまあ、無知です。はい、ただの無知。はい。ということで、これはね、すごかったね。で、携帯料金値下げっていうのはやってやね。でも私には直接関係ないからさ、あんまり実感はもちろんないんだけどさ、どれぐらい下がったのかとかもよくわかんないけども、まあ一応携帯料金の値下げってことで、基本的にね、日本はね、海外よりもね、携帯料金の金額高いです、はっきり言って。はい。むっちゃ高いです。で、高いっていうのはさらにね、なんかパケ量でさ、計算してたりもするじゃない。こっちはさ、もうまるっとなんていうのかな、契約の中でもう無制限だったりするわけですよ。契約の金額払ったらもう無制限で、それ以上にお金はかからないと。で、まあ無制限じゃなくて制限ついてたとしても、そのなんていうのかな、例えば、そのパケ量の制限が非常に大きいので、まあ私はね、月にいくら払ってたかな。トータルででも保険とか入れると、それでもまあ4000円ぐらい払ってると思うけど、でもそれ以上払うことはないです、基本的に。うん、その定額の料金払ってればあとはほぼ無限に、一応リミットありますけど月に50ギガっていうリミットがあるけど50ギガ超えることまずないです。はい、まずないです。なのでまあ40ユーロほど払ってればもうほぼ何でも使えちゃうっていうね。うん。まあ海外にかけたりっていうのはちょっとねさらにお金がかかるからそれはあれなんだけれども、だけど基本的に普段使ってる分にはもう4000円払ってればもう飛び出ることないよっていう、絶対に出ないですね、基本的に。通話料も何もかも全部込みだし、50ギガかな、50ギガを出ない限りは全然、で50ギガ飛び出したとしても速さがね4G が 3G に下がるっていうだけの話で4G が使えなくなるっていうだけの話なんで、別に速度が遅くなるだけで料金はびれません。なのでもう4000ポッキリぐらいですよ。4000円しないよ多分トータルで。4000円してないと思いますよ。そんぐらいかな。
ちょっとレートが分かんないんでね。そんなもんですわ。で、なのでね、日本の携帯料金はね、ちょっとね、高いと思いますよ、やっぱり。ちょっと高いかなっていう気はします。はい。で、それで、次、種苗法改正。これはね、もうすべきことだったよね。だって、いろんな高級フルーツとかさ、かの国、渓谷にさ、こう盗まれたりとかさ、C 国に盗まれたりとか、盗まれたりっていうか、盗まれた以外にもなんか、地元の人が自分で渡してたっていう話もあるけどね。だからそういうのがあるから、まあ、それでね、なんだ、一房、なんだって、なんとかロマンって、なんだっけ、ルビーロマンだっけあれも一房、初競りで140万の値がついた一房で、そんなやつをさ、取られてさ、向こうで勝手に栽培されてさ、で、また世界的にこう売られちゃったらさ、なんだっけ、なんとか、シャインマスカットか、あれみたいな感じで売られちゃったら、ね、っていう話ですよ。だからそれをね、防ぐためのね、種苗法っていうのを改正したと。はい。で、次、従軍慰安婦っていうね、用語をね、用いるのは、その誤解をね、招くっていうことから、そういう答弁書をね、閣議決定したと。だから、従軍慰安婦っていう言葉使うなっていう話ですよ。で、一回ね、消えたんだよね、教科書からね。だけど、また戻りつつあるってことなんで、まあ、ここら辺で締めとかないとまた使われるぞっていう話でね、まあ、従軍慰安婦っていうのは存在しませんから、慰安婦は存在したけど、従軍慰安婦っていうのは存在しなかったっていうことでね。で、これをね、使うなっちゅう答弁書をね、閣議決定したと。で、あとは学術会議の、改革に手をつけたってやつですよね。学術会議。ほら、この前ほら、判決出たじゃないの。なんだっけ、なんつったっけ、おっさん。交通事故を起こした。ね。2人殺しちゃった人。それ以外にも怪我人も出たけど、あの人ほら、地裁の判決出たけどさ、一応なんだっけ、求刑7年の禁錮刑、を、5年の禁錮刑の、実刑判決が出たっていうことでね。で、まあ、どうせあれなんでしょう。おそらく、上告するんでしょうけども、まあ、上告して、まあ、さっさとね、入っちゃえばいいのにって、そしたら5年でもしかしたら出られるかもしれないのにね。でも、ムカつくのはさ、これさ、上告してってさ、で、裁判戦ってる間にさ、収監されないままさ、もしかしてあっちの世界に行っちゃうとかさ、こう言ったらさ、結局なんか、あれだよね。全然なんか、普通の生活とまではいかないかもしれないけども、まあ割と自由に生活できる状況の中で、まあ逃げなきゃいいっていう感じでね。で、そんな状況の中で普通にね、ご飯食べたりなんだりとか、ね、できる環境にいて、そのまま裁判戦いながら、あっちの世界に行っちゃうって、ちょっとずるいんじゃないのって。なんかこの辺でさ、諦めてもらってさ、ね、5年生きるかもっていうね、願いを持ったままね、収監されてほしいですねっていう感じですね。年齢によってはね、あれ、なんつうんだっけ、ある程度年齢以上だと、刑務所でのね、その、生活が耐えられないとなると、停止処分っていうのもあるんだけども、まあでもそれはおそらくないと思いますね。確定すれば、送られると思いますよ。だって、あれだもの。よっぽどなんか大変な、なんていうの、治療を続けなきゃいけないとかさ、そういう人じゃない限り収監されるわけだからさ、つうかさ、本人全然反省してないんだからさ、これさ、執行停止とかやめてほしいよねって話だよね。そのまま言ってくれって話でね。はい。で、そんなわけでその人が関わっていた学術会議ね。話飛んじゃったわね。その、諸悪の根源学術会議みたいな感じだけど、日本のね、そのいろいろな、なんていうのかな、あれやりたい、これやりたい、この研究をしていきたいっていうところをストップさせていた。つまり、なんていうの、防衛関係のね、やつとかね。あとはいろんな面でのね、日本がいい方に進む方向にこう進ませたいっていうものをこうストップさせてたね、ある意味諸悪の根源の学術会議ですよ、あれね。それに手突っ込んだってことでね、それはもう大きいんじゃないですか。だってこれだってじゃあ言ったら学術会議なんてさ、全部さ、あれでしょ、頭が左に傾いてる人ばっかりなんだからさ、日本のために働くわけないんだよねって話だよね。はい。で、次は、なんだ、あとは、個人や中小などのあらゆる部分での減税支援ということで、まあ、減税も、しましたよと、ね、ある部分でね。はい。で、これは私はあんまり詳しくないからちょっと飛ばすわ。すいませんね。で、あと日米豪印クアッドの推進ということで、これは進めたと、話をね、先に進めたと。で、次はワクチンですわな。ワクチンが、国民全員分の、ワクチンの確保ね、したよね。で、2回目終了した人数が5000万人突破。で、最初はね、出だし遅いって言われてたけども、今では世界的にもあれですよ、最も早い、接種のね、スピードっていうことでね、これいいんじゃないですか。まあ、私はワクチン打ちませんけど、もう打ちたい人にとってはこれね、いいんじゃないですか。今はもうだって1日に100万人以上、百何十万人っていうペースでやってるって言って、フランスなんか半分ですよ。半分のペースですよ。まあまあ人数も半分なんでね、まあいいんでしょうけど、まあダントツのあれですよ、スピードの速さで今日本は打ってますからね。はい。
で、あとは東南アジア各国への、ワクチンの提供ということですね。アストラゼネカのね、ワクチン提供ということでね。で、あとは、G7。もちろんあれですよ。各国つったって、うちじゃ使えないから入って、いうのもあるけども、だけど、その、各国渡した国はアストラゼネカ OK な国ですからね。もちろんね、何の問題もないんでね、これはね。だから日本で使えなかった、ゴミをなんか渡したとか、そういうことを言う人もいるけども、全然そうじゃないですよと。日本では使わないことにしたけども、他の国ではまあ全然使ってますよっていう話なんでね。そういう国には渡したよっていう話でね。はい。で、G7 の首脳宣言で台湾海峡明記っていうね、これはね、まあ、言葉としてはね、ちゃんと台湾海峡っていうね、台湾っていう言葉をね、ちゃんと入れてきたっていうことでね。これはまあ評価できますよね、もちろんね。ね、C 国気にしてこういうのできなかったわけだから、今までね。でも、やっとこういうのが出てきたところに日本も乗っかって、ちゃんと明記することで G7 の首脳宣言ということでね、日本も名を連ねて、宣言できましたよということですわな。で、あとは法人等の、避難のためのね、アフガンに、自衛隊機派遣ということでね。まあこれはいろいろ手続き上の問題とか法律上の問題いろいろあって、自衛隊が動ける範囲に制限があったために救出できたのは一人のみでしたが、日本人としてはね、だったけれども、まあでも一応法人以外の人もね、こう乗せたっていうのは初めてのことなんで、まあ大きな一歩だと思いますよ。これからね、法律改正していってもらって、どんどんね、でそれで自衛隊がね、救出作戦を展開できるようなね、法体制にしてってほしいなっていうのは本当に願いだと思いますよ。だってさ、自分の親族は例えば海外にいてさ、これ反対してる人ね、法律改正反対してる人、憲法改正反対してる人、これ自分の家族ほっとかれていいんですかっていう話でね、自分の家族、だから自分は反対してるからしょうがない、じゃあ家族なんか助けてもらわなくたってしょうがないって思ってる人はまあいいけども、そうじゃない人も多分たくさんいると思うんですよ。ね。反対って言っててさ、自分の家族は外にさいるのにさ、助けてもらえて、なんで助けてもくれないんだって、お前らが反対してっからだよって話でね、でその辺ちゃんと分かって反対してるのかどうかってことなんですけどね、そういう時にね、どうすんの、自分の身に起こったことだったらそれがっていうことでね、やっぱり考えてほしいもんです。はい。私はね、まあ海外に住んでるからね、そういうなんかのね、非常事態とかでね、万が一その日本政府に助けてほしいなということになった場合、そうっすね。やっぱ私はほら、改正してほしい方だからね。私は改正に反対した人を多分恨むと思います。で、国はその反対の声を押し切ってやっぱりこれね、やっていかなきゃいけない問題だと思いますよ。ね。国がやらなきゃいけないことっていうのは国民の財産と生命をこうね、守るっていうことなんで、でそれをやるためにはまあいくら反対の声があってもやらなきゃいけないときはやらなきゃいけないということでね、まあそれは国、反対の声も大きいし、その国を相手してねガーッと攻めるっていう気にもなれんだと思うけど、なれないと思うけども、でも自衛隊は攻めません。もちろん自衛隊のせいじゃないんでね、これは改正できない国と、あとは、反対の声を上げる人ね。私はそこをね、一番恨むのはそうね、反対の声を上げて改正させない人でしょうね、おそらくね。そうなると思います。次。というわけでね、東京オリンピックね、東京パラリンピック、オリンピックをなんとか、なんていうのかな。まあ、日本はね、一応、オリンピックではね、日本にとって史上最高のね、メダル獲得となった、東京オリンピックですよ。それをなんとかね、まあ、開催しましたよ。ということでね、無観客ではありましたけれども、なんとか改正しましたってことでね、ここはね、やっぱりね、なんとかやりきったっていうところは、まあ、評価していいんじゃないかなと思いますよ。そのなんていうの、出場した選手たちはそれに感謝の意を表して、それでやってもらってよかったって言ってるんだから、そしたらそれは成功でしょ。だって選手のためのオリンピックですから、一応ね。というわけでございます。そしてじゃあね、この先どうなっていくかっつったらね、一応ビーって落としてるけどごめんね。一応だからね、今回その一応今のところ総裁選に立候補してるのが岸田さんと高市さんと、でなんだ石破が出るのかどうか分かんないけど、あと誰だっつったっけ、あと誰だっけ、誰かいなかった、あれか、河野太郎かね、出てるわけよ。でね、まあ状況としてはね、どうなるのかなと、私は高市さん、今回はね、もう本当に高市さんで言ってほしいなと。まあこれもね、ほら日々状況が変わってくんで、もう 2,3 日後、この動画をね出すのがね、多分ねおそらく6日とか7日とかそのあたりになると思うんですけど、そのあたりになったらねまた変わっていくかもしれないんで、今日は4日です。はい、4日に撮影してますけれども、なのでどう変わっていくか分かんないけれども、まあこの辺はちょっとで、よくよく見ていきたいと思いますよ。はい。というわけでね、私は今回何が言いたかったかっていうと、
菅さんは一応やるべきことはそれなりにやってきましたよと、ね、何にもやってないっていうふうになんていうのかな、その功績とかをねまたねマスコミが全然書かないんで言わないんで、何やってきたか分かんないっていうのがはっきりしないかもしれないけど、実はこれだけのことを1年でやってるって、1年の間にこれだけのことやってるからね。結構まあやることやってんですよやっぱりね。ただやっぱり発信力が弱いで陰キャラそして表に出るようなキャラじゃない、まずね。だから耐えられなかったっていうね。だって菅さんがなった時にね、まさかね、だって安倍さんみたいにね何年もできるような玉じゃないなっていうのは分かってたしね。だから1年のそのリリーフっていうことでねやるんであればまあ大丈夫かなっていうことで出てきたんだと思うから、やっぱりどう考えてもね。でそれをねちょっとね色気が出て次もやろうかななんてことになったらからおかしくなっちゃったわけでねっていう話でね。いやだからこの後菅さんまたね重要ポジションに戻って影のね存在でねいろいろね実務的な仕事をしてくれたらいいと思いますよ。というわけで今回は菅首相の、メインとしては菅首相の、功績ということで話してみましたというわけでですね、じゃあねここまでね最後までご覧いただいた方本当にどうもありがとうございました。ご覧いただいたというかお聞きいただいた方かな、どっちかっていうとここはね。なので、そうですね、次回はね、またね、こんな感じでいろいろ話をしていこうと思います。というわけで、じゃあ、また近いうちにお会いしましょう。じゃあねー、さよなら、バイバイ。